こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は誹謗中傷をする人の心理について掘り下げてみたいと思います。突然ですが、こんな経験はありませんか？こちらは全く悪気がないのに、オンラインで発信をした後、見知らぬ誰かから攻撃的なコメントが届いたことはないでしょうか？外見のことや意見のこと、生き方のこと、時には自分の存在そのものを否定するような言葉を浴びせられてしまうかもしれません。そんなコメントを目にすると、深く傷つき、落ち込んでしまうこともあるでしょう。こうした経験は心に大きなダメージを与えます。オンライン上の誹謗中傷は、現実の場で受ける暴言やいじめと同じように、あるいはそれ以上に強い苦痛をもたらすことがあると指摘されています。たかがネットの言葉と軽く扱われることもありますが、受け取った側の痛みは決して小さなものではないでしょう。ただ、その痛みの原因をすべて自分に問題があると受け止める必要はありません。誹謗中傷をする人の心理に目を向けてみると、その言葉はあなたへの正当な評価というよりも、相手の心の状態や集団の心理が関係していることがあるからです。誹謗中傷をする人の心理について考えるとき、環境的な要因と個人的な要因の両方から見ていくことが必要です。まずは環境的な要因について見ていきましょう。心理学にはオンライン脱抑制効果と呼ばれる考え方があります。これはオンライン上でのやり取りでは、対面の時よりも言葉のブレーキが聞きにくくなるということです。特に匿名性が高く、相手の顔が見えず、その場の空気も伝わりにくい環境では、その傾向が強まりやすいと言われています。現実の場では、誰かを傷つけるようなことを言えば、相手の表情が見えたり、周囲の反応が気になったり、自分の評価への不安が働いたりするでしょう。そうしたことが言葉のブレーキになるんです。でも、オンラインでは、そのブレーキが弱まりやすいです。そのため、普段なら口にしないような強い言葉を書き込んで、相手をひどく傷つけてしまうことも珍しくありません。もちろん、匿名だからといって、すべての人が攻撃的になるわけではありません。ただ、匿名性のある環境が人の中にある衝動的な側面や攻撃性を表に出しやすくすることは否定できません。だからこそ、あなたに向けられたひどい言葉を真に受ける必要はないんです。それから、炎上につながるような誹謗中傷については、集団の心理も関係しています。人は一人でいるときよりも、集団の中にいるときの方が、周囲の流れに飲み込まれやすくなる傾向があります。みんなが批判しているのだから、自分も言っていいだろう。これだけ言われているなら、きっと悪い人なのだろう。そのように考えてしまうと、自分で十分確かめたり、
立ち止まって考えたりすることなく、攻撃に加わってしまうこともあるんです。さらに、大勢の中にいると、自分一人の責任を感じにくくなることもあります。自分が一言書いたくらいで大したことはないと思ってしまい、言葉の重さに鈍くなってしまうんです。その結果、一人一人の小さな攻撃が積み重なり、受ける側には必要以上に大きな苦痛を与えてしまうことになります。炎上の渦中にいると、まるで世界中が自分の敵になったかのように感じるかもしれません。でも実際には、その多くは事情を十分知らないまま、流れに引っ張られて反応している場合もあるんです。そうした言葉の集まりが、あなたの本当の姿を正しく表しているとは言えないでしょう。次に、誹謗中傷をする人の個人的な要因について見ていきます。誹謗中傷の背景には、劣等感や自信のなさが隠れていることも珍しくありません。人は自分に価値を感じられないときや、強い劣等感を抱えているとき、他者を見下げることで相対的に自分を保とうとすることがあります。誰かをダメなやつだとバカにしたり、あいつは間違っていると言ったりすることで、一時的に優位に立ったような感覚を得ようとするんです。でもこれは自分の心の不安定さをうまく扱えないときに起こりやすい反応の一つであり、錯覚に過ぎません。特に自分自身に満足できていないときや、認められていないという思いが強いとき、人は目立っている人や自分の意見を発信している人に対して強く反応しやすくなります。その反応の中には、羨ましさや焦りが混ざっていることも多いんです。そう考えると、向けられた言葉を必要以上に自分の内側へ取り込まなくてもいいでしょう。それから心理学では、強いフラストレーションやストレスが攻撃的な反応につながることがあると考えられています。もちろんストレスを抱えた人がみんな攻撃的になるわけではありません。ただ、怒りや不満の感情を自分でうまく処理できないとき、その感情を別の相手にぶつけてしまうことは、現実の中でもよく見られることです。仕事がうまくいかない。人間関係に疲れている。家庭のことで気持ちが塞いでいる。日々の生活に余裕がない。そうした状態が続くと、心の中に溜まったフラストレーションが関係のない相手へ向かってしまうこともあるんです。SNS やオンラインの掲示板は、そうした感情のはけ口として使われやすい場でもあります。何かを投稿している人や発信している人、少し目立っている人は、ストレスを抱えた見知らぬ誰かの標的になってしまうこともあるんです。それはあなたが悪いことをしたからではなく、たまたま相手の目に留まりやすい場所にいたからと捉えてもいいでしょう。このような場合、相手は本当はあなたという人そのものに怒っているのではなく、自分の中にある不満や怒りをどこかにぶつけたいだけなんです。
その場にいたあなたがたまたま被害を受けることになってしまったのでしょう。そうだとすれば、その言葉を自分という人間への正しい評価と受け止める必要はありません。さらに言えば、誹謗中傷をする人の中には、自分では悪いことをしているという自覚がない人もいます。むしろ、自分は間違ったことを正している、これは正当な批判だと思い込んでいることさえあるんです。人は自分が正しいと信じていると、普段なら抑えられるはずの厳しい言葉や攻撃的な態度を自分の中で正当化しやすくなります。その時、相手のために言っている、社会のために必要なことだといった理由付けが加わることで、自分の行動に疑いを持ちにくくなってしまうんです。SNS では断片的な情報だけをもとに相手を判断しやすく、その傾向がさらに強まりやすいと言われています。本来なら相手の事情や背景、発信の前後の文脈まで見なければわからないことがたくさんあるはずです。それなのに、短い投稿や一部だけ切り取られた情報を見て、この人は悪いと早々に決めつけ、そのまま強い言葉をぶつけてしまう人もいます。さらに人は一度、この人は間違っていると思い込むと、その考えに合う情報ばかりを集めてしまい、反対の情報を見落としやすくなることもあります。その結果、思い込みがますます強まり、言葉がエスカレートしていくこともあるんです。私たち人間は、それぞれ異なる価値観や考え方を持っています。一つの出来事に対しても、感じ方や受け取り方が同じになるとは限りません。それは自然なことであり、むしろ当然のことと言えるでしょう。だからこそ、相手が自分とは異なる意見を持っていたとしても、その違いを理由に相手をひどく傷つけるような言葉を投げかけて良いことにはなりません。どうかあなたはあなた自身の考え方や価値観を大切にしてください。今回は誹謗中傷をする人の心理について掘り下げてみました。誹謗中傷の背景には、その本人の不安や怒り、劣等感、ストレス、そしてその場の集団の空気など、様々な要因が考えられます。匿名性によって言葉のブレーキが弱くなっていたのかもしれませんし、自分の不満をどこかにぶつけたかったのかもしれません。あるいは、正しさを振りかざすうちに、自分の言葉がどれほど人を傷つけるのか見えなくなっていた可能性もあります。まずは、そのことを理解した上で、心に留めておいていただきたいのは、自分に問題があるとそのまま受け止めてしまわないことです。向けられた言葉をそのまま自分の価値と結びつけないことが重要です。もし今、誹謗中傷の言葉によって深く傷ついているのであれば、どうか一人で抱え込まないでください。信頼できる人に話すことも大切ですし、必要であれば専門家に相談することも一つの方法です。法的な対処を考えることや、しばらく SNS から距離を置くことも自分を守るためには必要かもしれません。
一日も早く心が落ち着いて穏やかさを取り戻せることを願っています。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。